ギター講師の磯地ギターです。今日はギタリストなら絶対に外せない最強のスケール、ペンタトニックスケールのメジャーとマイナーの簡単な覚え方と参考フレーズをいくつかご紹介していきます。ペンタトニックスケールはギタリストがおそらく最初に覚えるスケールでもあり、プロになっても一生使い続ける王道のスケールです。ロック、ポップス、ブルースだったり、世界中のギタリストがこのペンタトニックスケールでソロを弾いてます。ソロだけじゃなくて、例えばポップスの有名な曲とかもペンタトニックスケールでできていることがかなりあります。例えば、ポルノグラフィティのアポロとか、こんな感じでいろんなポップスのサビとかでも使われてます。はい。じゃあまずペンタトニックって何って話。まずペンタトニックの名前のペンタは5って意味です。5。つまり5つの音のスケールってことです。例えば a マイナーペンタトニックの音はこの音。これは A、C、D、E、G の5つの音。これは度数で言うと、もちろん A が1度ルートで、次にフラット3度で C、次に D で4度、5度で E、フラットセブンスで G。今弾いた形が多分ね、ギタリストは一般的だけど、実際に弾いてみると、もうこの時点でギターらしい音ですよね。で、このマイナーペンタの覚え方ですごくわかりやすいのがこの形です。これはルートより1個下のフラットセブンスから始めます。2個弾いた後に3つが同じ感覚である。実はその下もその下もこの形だけで成立するんですね。ペンタの形っていろいろあるんですけど、こんな感じでペンタの形っていっぱいあるんですけど、この形を全部覚えている方にもおすすめなのが今のこの簡単に覚える方法。フラットセブンスから始めてルート3度4度5度同じ。なんでこれがいいのかっていうと、形が単純なので次のフレーズにつなぎやすかったり、薬指と小指の運動が少ないのでスムーズに弾くことができます。例えばなんですけど、一番有名なこの形、この形って薬指と小指の運動があるのでちょっと弾きにくいですよね。先ほどの覚えやすい形にするとそれがないんです。ちなみに今やっていた通りスライドを入れたりハンマリングプリングオフを入れたりとかがこれはしやすいです。こんな感じでプリングとかハンマリング、それからスライドを使えるので直感的にフレーズが作りやすいのでおすすめです。すでにマスターしている方も今一度おすすめします。ペンタトニックって結構加工もこれが僕は好きでやってます。こんな感じ。アップだけじゃなくて加工でも、ハンマリング、スライドとかプリングを使います。こんな感じです。そしてここで覚えておくと一石二鳥なのが、マイナーペンタトニックを覚えた時にメジャーペンタトニックも一緒に覚えることです。マイナーペンタトニックとメジャーのペンタトニック違くないですかと平行調の関係を使うことで形を覚えることができます。例えば a マイナーの場合は C メジャーペンタが使えます。a マイナーペンタのフラット3度の音から C メジャーのペンタが使えます。具体的にはこういうこれは皆さんがよく知っているドレミファソラシドから4度と7度を抜いたスケールになります。俗に言うヨナ抜きってやつですね。これは C、D、E、G、A、1度、2度、3度、5度、
6度。a マイナーの時と明らかに響きが違うんですけど、構成音は同じです。これは平行調の関係です。なので、マイナーペンタトニックを覚えるとき、Cメジャーのペンタトニックも一緒に覚えれば一石二鳥です。で、これは平行調の関係なんですけど、平行調については、1日1分のそっちギターのチャンネルで解説していますので、今回は省略します。興味のある方は、チャンネル登録してそちらも見ていただけたらと思います。ペンタトニックって5つの音しかないの？ a マイナースケールだと7つの音があるんです。A、B、C、D、E、F、G でルートと。7つの音があるんですけど、a マイナーペンタトニックだとわざわざ2つの音を抜いてます。それは2度の音と6度の音を抜いてます。で、今度メジャースケールの方もドレミファソラシドから4と7、さっきの4な抜きですね。4度と7度を弾いてます。これからこうなってる。これなんで2つの音を抜くかっていうと、曲の中でぶつかったり不安定になる音だからです。つまり、キーが合っていてペンタトニックスケールを弾いていれば、基本はどこを弾いても外れません。つまり、初心者でもペンタトニックスケールを弾いてれば、プロっぽいソロが弾けるっていうことになります。これがペンタトニックスケールが最強のスケールって言われる理由です。ただね、この4な抜きとか2と6を抜くとかするんですけど、じゃあ一切使わないのかって言ったら、またそうでもないんですけどね。じゃあどうやって使うのか。例えば a マイナーペンタトニックを使う場合は、a マイナーのキーの曲、a マイナー7のキーの曲、それから A のブルース、C メジャーキーの曲でも使える。で、これ C メジャーイコール a マイナーっていうのは平行調の関係です。さっきも触れましたけど、平行調の関係ですと。じゃあ、それを形で覚える理由は何だろう？なんで形で覚えた方がいいのか？いろんな生活音すらわかる絶対音感を持ってる人は、絶対音感を使って音を把握してるケースもあると思うんですが、絶対音感がなくても、ギターって相対音感を向上させることができるんですね。で、スケールだったり、コードだったり、基準になる音を覚えていくと、相対音感は向上していきます。絶対音感は後から身につくことって多分ないと思うんですけど、相対音感は向上していきます。で、この基準となる音を覚えると、相対音感は向上していきます。例えば、ギターのチューニングとかも EADGBE 規則性を持って覚えている方っていうのは、耳だけでもチューニングができるようになります。これはやっぱり基準になる音を知ってるからですね。で、スケールとかも基準になる音を知っておけば、あのスケールが来たっていうのがわかるんです。なので、まずは形で覚えてみるのがいいと思います。で、かつ、今日ご紹介したマイナーペンタトニックの形とメジャーペンタトニックの覚えやすい形、この2つを覚えれば、相対音感も向上しますし、アドリブ力も向上していきます。まず、マイナーペンタの形はこうです。で、続いて、メジャーペンタの形はこうです。どちらも2と3が出てきます。2、3、2、3。2個弾いた後に3個弾く。で、メジャーの時は3個弾いた後に2個弾くってイメージですね。この2つを覚えておくと、メジャーキー、マイナーキーどっちにも対応できますし、本当にアドリブも上手くなっていきます。もちろんスライド、ハンマリング、プリングオフ、それからアーム演奏とかいろんなことを使っていけば直感的にギターソロが聴けるようになります。しかもキーが合ってれば音が外れにくいです。で、キーが変わった時ってこれずらすだけですね。例えば今 a マイナーで弾きましたけど、G だったら、G マイナーだったら、いや、G まで下ろしてくるだけです。マイナーの時の形。マイナーの時は1個下のフラットセブンスからの形で、 G だから今度 A シャープ B フラットメジャーのペンタが使えます。これついでに補足なんですけど、6弦と1弦は同じ音ですし、ルートの関係は弦をまといで、こういう形で、5弦でやっても一緒。4弦でやると1個ずれる。3弦でやると
こういう感じで同じ音のある場所っていうのは意識的に覚えていくと、アドリブしてる時にあっちの音行こうっていうのがすごく考えやすいので、同じ音っていうのはなるべく意識してギター始めの頃とか中級者になってからも確認していった方がいいと思います。で、どんなフレーズが使えるのか。こういうのとかね。あとは実はこれペンタトニックにないじゃんっていうナインスを追加する。ナインスっていうのは2度の音ね。ナインスを使うと結構おしゃれになります。よく多いですよね、こういうの。はい、こんな感じのフレーズがあります。まとめると、ペンタトニックスケールは曲の分析をあまりしなくてもよく弾ける最強のスケールです。音楽理論を知るともっと自由に弾けるようになります。さらに、基準となる音、例えばスケールの形だったり、コードだったり、基準となる音を見つけたり、スケールの形を覚えることで相対音感っていうのは向上していきます。で、相対音感向上すると、ギターのチューニングも耳で大体できるようになります。耳で大体合わせることができるようになってきます。今後もこのチャンネルでは音楽理論だったり、ギターの練習方法だったり、ギターに関連した動画を今後も上げていきます。もしこの動画がいいと思いましたら、いいね、グッドボタン、チャンネル登録などをしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。またね。